今日は私の手持ちの糸の中でセーターが編める着分揃っている在庫糸だけ集めてご紹介しながら合うパターンを探してみようと思います。こんにちは、お手紙ヤギです。今日は在庫糸の整理を兼ねてセーターが編めるぐらいの量ある糸だけ集めてどんなパターンが編めるか検討してみました。動画の流れとしては、まず糸をご紹介して、そして次にマッチするパターンを糸別にご紹介してみようと思います。それでは始めましょう。はい。早速ですが、まず一つ目がこちらのカティアのコンセプトヨガという毛糸です。これが、このいろんな色が段染めになっている203番色と、こっちがグレーのグラデーションの200番色。これがそれぞれ10玉ずつあります。これが 50g200m なので、10玉ずつなので 2000m ずつあるんですね。これは素材は 45% コットン、42% バージンウール、13% ポリアミドというコットンがメインの糸ですね。で、これが、針の適正号数が US6 号から8号、3.9mm から 4.5mm。で、標準ゲージが、17面23段ですね。こういうリリアン状でコットンがメインなので、すごく柔らかい肌触り。全然チクチクしない感じの糸なんですけど、これは2019年の春先ぐらいに買ったと思うんですけど、確か湯沢屋のワゴンセールで 40% オフぐらいに安くなっていたんですよ。で、このどっちも色味がすごい好みで肌触りも良かったのでいいなと思って、その場で検索した時に出てきた完成品、プルオーバーのサンプルが出てきたんですけど、その感じがすごい良かったんですね。ボックスシルエットのプルオーバーだったと思うんですけど、なのでどっちにしようか迷ったんですけど、だいぶ安くなってるしいっかと思って両方とも10玉セットになってたのを買ってきました。結構カラフルなマルチカラーの方は自分用で、こっちのグレーのグラデーションになってる方は、夫に何か編もうかなと思ってざっくりとしたイメージで買ってきたんですけど、それからなかなかイメージに合うパターンが見つからずに眠らせていたものです。二つ目がこちらのアビアスパカシミヤシルクという糸です。これが、アランウェイトぐらいの太さの糸だったと思うんですけど、25g80m で23玉。結構大人買いしたので、全部で 1840m ありますね。これが素材が 52% カシミヤ、35% シルク、13% ウールという結構高級素材の感じの糸なんですけど、で、色番号が110628番という、何色って言えばいいんだろうこれ。パープルとブルーの間ぐらいのニュアンスカラーですね。で、これが針の適正号数がこれかな ?8 号以上っていうちょっとふんわりした感じに書いてあって、標準ゲージは書いてないんですよね。で、こんな感じの、これもリリアン状になってる糸で、多分シルクのリリアンの中にカシミヤとウールが吹き込んであるのかなっていう感じなんですけど、これすっごいふんわりしてて軽いんですよ。で、シルクの効果なのか、ちょっとしっとり感というか、滑らかな感じがしますね。これもすごい、全然チクチクしない糸です。これは確か2022年ぐらい、今はなくなっちゃってるんですけど、内藤商事さんの楽天のオンラインショップで購入しました。この糸は最初は糸まで見つけたんですよ。何色かあるんですけど、この色だとちょっと分かりづらいんですけど、ロングピッチのグラデーションの色味がすっごい綺麗で、あと触り心地もめちゃくちゃ良くて、
その場で気に入って3玉ぐらい購入したんですけど、こんなねネックウォーマーを編んだりしたんですよ。でこれね、すっごいちょっと出てるよ。こんな感じなんですけど、これめちゃめちゃあったかいし軽いし、全然チクチクしなくてすごい気に入って、その後色違いで欲しくなって、オンラインストアで何回かリピート買いしたっていうお気に入りの糸なんですけど、内藤商事さんの楽天のオンラインストアがなくなるっていうことで、もう買えなくなるかもしれないと思って、大物編みたいってなった時も足りるようにと思って、その時にいっぱい買ったものなんですけど、このねなんかめちゃめちゃ気に入ってる糸なので、あとこの綺麗なグラデーションカラーを活かせるパターンをいろいろ探したんですけど、なかなか決めきれずに、踏ん切りがつかずに使えずにいたっていうものです。3つ目が浜中リッチモアのカシミヤという糸です。これが、色が118番色です。こんな落ち着いたすごい深みのあるブルーですね。で、こちらが、20g92m で、18玉購入してあるので、全部で 1656m あります。で、これは素材がカシミヤ 100% の糸になっています。なので、これもめちゃめちゃ柔らかい、気持ちがいい、ノーチクチクの糸ですね。これが標準ゲージが19目28段で、針の適正号数が、棒針5号から6号っていうことになっています。これも確か2019年から2020年ぐらいの時に買ったと思うんですけど、湯沢屋で買ったんですけど、なんかずっと湯沢屋に立ち寄るたびに、これいいなぁとずっと思って憧れていた糸なんですけど、やっぱカシミヤ 100% なのでそこそこお値段が張っていて、なかなか手を出せずにいたんですけど、湯沢屋で毛糸全品 40% オフっていうセールをやっていた時があって、その時にね、ここぞとばかりにこの糸を着分購入したっていう。で、そんな感じで購入したので、特に何を編もうっていうざっくりとしたイメージすらなかったんですけど、これもウェアを編みたいなってもし思ったとしても足りる量って思って18玉購入しました。で、これも高級素材でなかなか失敗したくないので、いろんなパターンを探してはいるんだけど、踏ん切りがつかずに眠らせているっていうものです。はい、4つ目が湯沢屋ワールドセレクションのトラディショナルツイードです。これはですね、50g150m の糸で、10玉購入したので、全部で 1500m あります。メリノウール 75%、ナイロン 25% という素材で、適正の針の号数が6号から7号。標準ゲージが19目28段という糸になっています。色番号が165番のグレーにこんな、結構カラフルなネップが赤とか緑とか黄色いネップも入ってますかね。っていうカラフルなツイードの糸です。カシミヤとかに比べたらカサッとした感じに感じるんですけど、でも柔らかい。これも全然チクチクはしない感じの糸ですね。で、これも多分2019年から2020年ぐらいの間に購入したものだったと思うんですけど、湯沢屋で、この糸は結構ね、ワゴンセールでずっと置いてあった感じだったと思うんですけど、見かけるたびにこのツイードの感じが可愛いなと思って、毎回迷ってやっぱやめとこうって感じでワゴンに戻していたっていう糸なんですけど、でだんだん安くなっていって、もうなんか底値に近いぐらいすごい安く なるところまで残っていたので、
もうこれは引き取ろうと思って購入したものです。このパターン編もうっていうほんのりイメージしてたのは、こちらのね、三國真理子さんの編み物ワードローブっていう本の中の、ちょっと表紙には載ってなかったけど、アランのカーディガンみたいな感じのものを作れたらいいなと思って、着分購入したんですけど、その時なんかあんまり計算せずに購入したので、結局糸量が足りなくて、じゃあ違うパターンにしなきゃってなって、そのまま放置していたっていう感じの糸です。6つ目がチャッピーヤーンさんのシルキー薬シングルスです。120g420m で3カセ購入したので、全部で 1440m あります。色がスカーレットという名前の、こういうなんていうか、朱色とレンガ色の間ぐらいの、なんとも言えない綺麗な色の糸なんですけど、これが、スーパーウォッシュメリノウール 65%、シルク 20%、約 15% という素材の糸になっています。で、針の適正号数がラベルには書いてないんですけど、ちょっと調べてみたところ、US0 号から 2.5 号、だいたい2ミリから3ミリの糸が適正号数っていう感じみたいですね。で、これは、ちょっと近づけるとわかるかなと思うんですけど、ワンプライ、端子なんですね。一本寄りの糸なので、なんかそのせいなのか、それともシルクが入っているせいなのか、なんかちょっとツヤ感がありますね。で、めちゃめちゃ柔らかい。薬が入ってるからかな、これは。ほんのり起毛してる感じ。ほんのりモケモケってした感じの糸です。これは買ったのはつい最近で、2023年の11月に東京ヤンクロール2023のポップアップストアで吉祥寺に出店されていたので、そこで購入しました。この糸を使ったサンプルがあって、カミラバットさんのフィールドセーターをこれと、コクーモヘア引き揃えで編んだサンプルがあったんですけど、それがすごい素敵だったので、私もなんかそんな感じのウェアが編みたいなと思って着分の3カセ購入してきました。そのフィールドセーターでもいいんですけど、なんかそれかもうちょっとシンプルな何かプルオーバーを編みたいなと思って購入しました。7つ目が、湯沢屋のプライベートブランドのマンセルメリノ80クイーンという糸です。30g139m で、10玉購入したので、全部で 1390m あります。素材はメリノール 100% で、針の適正号数が2号から3号。で、標準ゲージが26目から28目、38段から40段という感じの糸になっています。で、色は1076番の、これ何色って言ったらいいんだろう。薄いラベンダー色みたいな感じのカラーですね。で、私これすごい好きなんですよ、この糸。色展開がめちゃくちゃあるので、使い勝手が良くて、メリノール 100% なので、柔らかいし、なんか程よい伸縮性もあって、よく使っている糸です。で、これを買ったのは、ちょっといつか思い出せないんですけど、ここ2、3年のうちに購入したと思います。湯沢屋の、これワゴンセールになっていて、なんか10玉セットでめちゃめちゃ安くなっていたっていう時に買いました。これも特に計画はなかったんですけど、もしウェアを編むとしたら、モヘアと引き揃えてちょっとふわふわっとした感じのものが作れたらいいなと思って買いました。引き揃えるモヘアがまだ見つけられてなくて眠っていたっていう感じの糸です。8つ目と9つ目は、同じ糸の色違い2種類で、浜中リッチモアのソワエレーヌです。これは何回も私の動画では紹介しているので、もう飽きたよって思われるかもしれないですけど、こ
このナンバー2番の薄いグレーの色と、ナンバー12番のブラックの糸、それぞれ10玉ずつあります。25g、122メーターで、最初20玉ずつ購入したんですけど、それぞれにウェア1着ずつ編んだので、残りが、こっちの残りが1155メーターで、こっちの残りが1313メーター。それぞれまだウェアを編める分ぐらいは残っているのかなと思います。これは素材はウール 68%、シルク 32% という素材になっていて、針の適正号数はなぜかかぎ針しか書いてないんですけど、かぎ針4号が適正号数で、標準ゲージが24目13段っていうことになっています。これもウールとシルクが入っているので、やっぱりちょっとツルツルとした肌触りで、暖かい感じと涼しい感じが両立しているっていう、春夏のウェアにすごいいい感じの糸になっています。これは2022年頃に買ったと思うんですけど、オンラインショップで購入しました。この糸を初めて知ったのは湯沢屋のワゴンセールだったんですけど、めちゃめちゃ破格になっていた時に3玉ぐらい購入して、その時は靴下を編んだんですよ。で、シルクが入っているのでめちゃめちゃ肌触りが良くて、すっごい気に入ってよく使っていたんですけど、それで靴下だけじゃなくてウェアでもいいなと思って、着分欲しいなって思ってたんですけど、なかなか湯沢屋以外で安くなってるのを見かけなくて、結構ね、定価だとそこそこお値段する毛糸みたいなので、なかなか手を出せずにいたんですけど、たまたまオンラインショップで安くなっている時に購入しました。で、その安くなっているお店で見てたら、色によっては欠品していたりして、もう買えなくなったら嫌だなと思って、めちゃめちゃ多めに20玉ずつ購入したっていう感じだったんですけど、半袖のウェアを1着ずつ編んで、まだもう1着ずつぐらい編める量残っているっていう感じです。10種類目がノロヤーンのシルクガーデンソックソロです。100g300 メーターで、4玉購入したので、全部で1200メーターあります。色番号が T87 番という、ブラック、真っ黒ではないんだけど、ちょっと青みがかった黒ですね。それで、こんな風に全体にいろんな色のネップが入っていて、すごい綺麗な糸です。で、素材が 40% ウール、25% シルク、25% ナイロン、10% モヘアという糸になっています。針の適正号数が US4 から6、3.5 ミリから4ミリぐらいの針が適正で、標準ゲージが20目から22目、28段から30段という標準ゲージになっている糸です。この糸すごい気に入っていて、編み地にするとこのカラフルなネップが印象派の絵画みたいにふんわり出てきて、いろんな色が混然一体となってすごいニュアンスのある編み地になるんですね。でめちゃめちゃ気に入っていて、ピンク系の T82 番色とラベンダーっぽい色の T81 番色で、プチニットさんのテラットセーターをそれぞれ編んだんですけど、黒っぽい色でも編みたいなと思ってこの T87 番買ったっていう経緯です。11種類目がアミリスのパレードです。購入した時の限定色だったんですけど、ホノルルという名前の薄いミントグリーンみたいな色合いのカラーです。これが 100g384 メーターで3カセ購入したので、全部で1152メーターあります。
この素材が 60% ウール、20% コットン、10% シルク、10% リネンということで、針の適正号数はラベルには書いてないんですけど、ちょっと調べてみると、US1 号から5号、2.25 ミリから 3.75 ミリっていうのが適正みたいですね。あと、標準ゲージは、これもラベルには書いてないけど、ちょっと調べてみると、28目ぐらいが標準ゲージっていうことになっています。これもすごい柔らかくって、ふんわりした糸なんですけど、リネンがちょっと入ってるからなのか、若干さっぱりした触り心地の糸ですね。で、これは2022年の5月に購入していました。インスタグラムに記録していたので、はっきり日付が分かったんですけど、2022年の5月にオルナット東京さんで購入しました。もしかしたらその時初めてアミリスさんのお店に行ったのかなと思うんですけど、なんかパレードっていう糸がすごいいいっていう情報をどこかで仕入れて、お店で実際見つけて触ってみて、すごい肌触りも良かったのでいいなと思って、で限定色ということだったので、これももしウェアが編みたくなった時に足りなくならないように着分の参加製購入したっていう経緯なんですけど、これも結構いろんなパターンの候補があったんですけど、なかなかこれっていうのが決まらずにもったいなくて使えてないっていう糸です。12種類目がパピーのブリティッシュエロイカです。これはアランウェイトぐらいの糸だと思うんですけど、50g83 メーターで、10玉購入したので、全部で830メーターあります。これは素材はウール 100% ですね。で、色が209番という落ち着いたグリーンの色ですね。針の適正号数が8から15。標準ゲージが15目から16目、21段から22段ということになっています。これはざっくりした感じの肌触りの糸で、ちょっとカサッとした感じですね。これもおそらく2019年ぐらいに湯沢屋で購入した糸なんですけど、ちょうどその頃、この本を編み物の簡単なサイズ調整と製図と割り出しの基礎っていうこの本を読んで、自分サイズのプルオーバーを完成させたんですね。で、それきっかけで、なんか自分の中で製図から作ることにちょっと盛り上がってた時期で、なんかまた新たに作りたいなと思って、どんなのにしようかなって思っていた時に、テレビで女優さんが着てた緑のセーターがめっちゃ素敵なのがあって、その似た感じで作りたいなと思って、ブリティッシュエロイカのグリーンを購入したっていう感じです。で、これと何かモヘア、同系色のモヘアを引き揃えてプルオーバーを編みたいなって考えてたんですけど、なんか私まだその頃糸量の計算があんまりちゃんとできてなくて、これ830メーターだと長袖とプルオーバーには糸量が足りないなと思って後から気づいて、それでちょっと何にするか計画が頓挫して眠っていた糸です。で、13種類目、これで最後なんですけど、これが湯沢屋ワールドフェスタのドルフィンモールという糸です。これはバルキーぐらいの太さの糸だと思うんですけど、100g120 メーターの糸で5玉購入したので全部で600メーターあります。で、素材はポリエステル 100% で、色が8番のブラウンの糸ですね。で、ここになんか値札が貼ってあったんですけど、こんな感じでめちゃめちゃ安くなっていたので、そのタイミングで購入したっていう感じです。
でこれが、針の適正号数が10号から12号で、標準ゲージが12目15段っていうことになっています。これは、こんな感じのモールヤーンなんですね。すごいもこもこふわふわの、ちょっと光沢感があるっていう感じの糸で、以前同じような素材のもっと太い糸でこういうウェアを編んだことがあったんですね。これ、すごい着心地よくて気に入っていて、なんか多分その頃、こういう感じのモールヤーンが少し流行ってたんじゃないかなと思うんですけど、もうちょっと細めのやつがあったら、それでウェアを作りたいなと思って探して見つけたのがこれです。で、これもなんかどんな感じのにしようかなって、いろいろとパターンを探したり、自分で製図してもいいなと思っていろいろ考えてたんですけど、なんか悩んでるうちに自分の中でモールヤーンのマイブームが去ってしまって、結局タイミングを逃してずっと眠ってたっていう感じになっています。はい。では、ここからは糸とパターンのマッチングをしていこうと思うんですけど、この5つについてはすでに編もうと思っているパターンがもう決まっているので、前に出した2024年の編み物の計画という動画で詳しく語っていたりするので、この5つはどんどんさらっとご紹介していこうと思うんですけど、まず1つ目のカティアのコンセプトヨガ203番のマルチカラーの色番のものは、アンドレア・マウリーさんのウィークエンダーというパターンに使おうと思っています。続きまして、同じくカティアのコンセプトヨガの200番色グレー系のグラデーションの糸は、モヘアと引き揃えてプチニットさんのクラウドセーターに使おうと思っています。そして続いて3つ目、この湯沢屋のトラディショナルツイードは、これはサリーニットさんのシャインバブルセーターに使おうと思っています。4つ目のこちら、チャピーヤーンさんのシルキーヤクシングルスは、カミラバットさんのフィールドセーターに使おうと思っています。そして最後の5つ目、ノロヤーンのシルクガーデンソックソロ。これはモヘアと引き揃えてプチニットさんのテラットセーターを編もうと思っています。この5つはもう決定しているのでさらっとご紹介しました。ということで残り7つについて、パターンのマッチングをしていこうと思います。まずこちらアビアスパのカシミヤシルク。これは正確な針の適正号数とかゲージがわかんないんですね。でも、以前自分で編んだこのネックウォーマーの編み地がちょうど良かったので、これは10号 5.1 ミリの針で編んだんですね。なので、だいたいこのぐらいの編み地の感じでパターンを探そうと思ったので、まず条件2つ設定してラベリーで探したんですけど、1つは糸量。全部でこれが1840メーターあるので、1840メーターまででできるパターンっていうのが条件の1つ目。で、この編み地だとだいたい、これ2目ゴム編みなので、ミリアス編みのゲージとはちょっとずれちゃうんですけど、だいたい14目ぐらいだったので、条件の2つ目にゲージ14目っていうのでラベリーでパターン検索してみました。で、その条件でヒットした中から素材の感じが近かったりデザインが好みだったりしたものを、3つ候補として決めてみました。で、1つ目がプチニットさんのノビスセーターというプルオーバーですね。で、2つ目が同じくプチニットさんのサンデーカーディガンモヘアエディションという、これはカーディガンのパターンですね。で、3つ目がウィンターズウェザーニッツさんっていう方のデザインのボヘミアンスクラプソディというカーディガン。この3つを候補に挙げてみました。
まずノビスセーターはすごいシンプルなゆったりしたデザインのプルオーバーなんですけど、似た感じのシンプルなプルオーバーっていっぱい出てきたんですけど、その中でもこのヨークのところの増やし目がラグラン線じゃなくて分散増し目っぽく見えるんですけど、そこがいいなと思いました。っていうのもラグラン線だと多分この糸ってロングピッチのグラデーションなんですよ。なのでこんな感じに色が出てくるんですけど、これが多分ラグラン線だとこのラグランのラインのところでこうピッピッって結構鋭角的な感じに出ちゃうと思うんですけど、ノビスセーターだと分散増目なのでこう丸くね、ふんわりグラデーションが出てくれるんじゃないかなと思って、これがいいんじゃないかなと思いました。で、プチニットさんのサンデーカーディガンについては、まずサンプルのね、指定糸のふわっとした感じと、この糸とのイメージが合うなって思ったのが1点。で、あと、これもまた、ヨークのところが、なんか太いリブみたいな感じになってるんですけど、これも多分ね、分散して増目していくと思うので、さっきのノビスセーターと同じで、グラデーションがこう、ふんわり丸く出てくれるかなと思って、これもいいなっていう感じです。もう一つのカーディガンのウィンターズウェザーニットさんのボヘミアンスクラプソディは、サンプルのイメージとこの糸のイメージは全然合わないんですけど、これサンプルを見ていると、編み地がね、多分横方向なんですよね。こう編むんじゃなくて、こう編む感じの編み地になっているので、多分これで編むとグラデーションがこういう方向に出るのかなと思って、そういうのも面白いかもしれないと思って、これも候補にしてみました。次はこちら、浜中リッチモアのカシミヤです。これはラベリーで探す条件としては、まず糸量の1656メーターまででできるデザインっていうことと、これはラベルに標準ゲージが19目28段と書いてあるので、ゲージを19目っていう風にきっちり定めて検索してみました。イメージとしては、ジャストフィットぐらいの感じの上品なイメージで、あと、ネックがハイネックかタートルネックくらいのこう詰まった感じの首元のプルオーバーがいいなーってちょっとざっくりとしたイメージがあるので、その2つの条件でヒットした中からイメージに近いものを選んでみました。で、3つあるんですけど、1つ目がマイフェイバリットシングスさんのデザインのセーターナンバー11ライトというフルオーバーと、二つ目はスザンヌ・ミラーさんのカミングスーンセーターというこちらもフルオーバーのデザインと、三つ目はプチニットさんのオクトーバーセーターというフルオーバー。この三つを候補にしてみました。標準ゲージの19目で探した中で一番いいなと思ったのがスザンヌ・ミラーさんのカミングスーンセーターだったんですけど、サンプルの色味も近くて、なんかイメージがしやすかったっていうのもあるんですけど、これは理想とするハイネックとかタートルネックではなくてクルーネックなんですけど、でもちょっとジャストフィットに近い感じのフィット感。ゲージ19目で探してヒットした中では一番これが理想とするイメージに近いなと思いました。で、ゲージ19目で探していると、なんかあんまりいいなっていうのが他に見当たらなかったので、ハイネックかタートルネックにするんだったら、この毛糸すごい柔らかいので、あんまりローゲージに寄っていくと、くたっとしちゃうかなと思って、ゲージをね、1目上げて20目にして、ハイゲージ寄りで探してみていいなと思ったのが、マイフェイバリットシングスさんのデザインのセーターナンバー11ライトというフルオーバーだったんですけど、これはネックがタートルネックですね。ドロップショルダーになってたり、ゆとりも結構ある感じの想定で、そこは違うかなと思ったんですけど、こ
これもいいかなと思いました。で、ゲージ20目で探して他にやっぱりあんまり見当たらなかったので、さらにハイゲージに寄せて21目で探して見つかったのがプチニットさんのオクトーバーセーターですね。これも理想とするハイネックかタートルネックではないんですけど、なんとなくノーブルなイメージが近いかなっていう。なんだろうね。やっぱプチニットさんってモデルさんとして可愛いからどうしてもいいなって思っちゃうんですけどね。これもやっぱりサンプルの色味が深いブルーと近い色味でイメージしやすかったっていうのもあってこれを選んだんですけど、ネックはもうちょっと編む段数を増やせば立ち上がってくるかなと思うし、あとちょっとね丈が長い気がするんですけど、これも調整できるのでちょっと短めにすればいいかと思ってこれも候補にしてみました。はい、ということで次は湯沢屋のマンセルメリの80クイーンでパターンマッチングをしてみました。で、これは条件としては、まず糸量の1390メーターまででできるデザインっていうのがあるんですけど、これはさっき糸の紹介でも言った通り、モヘアと引き揃えてちょっとふわふわっとした編み地のウェアが作りたいなと思うので、モヘアと引き揃える前提で、これがだいたいフィンガリングぐらいの太さの糸なので、糸を2本引き揃えるっていう条件で設定して、で、さらにイメージとしては、この糸ってアラン模様がすごいくっきり出てくれるんですね。なので、模様編みが入ってるといいなと思って、その1390メーターまででモヘアと引き揃える前提の2本引き揃えっていう条件で探した中で、模様編みが入っているものを探してみました。で、3つ候補を見つけてみたんですけど、1つが、ジョアンナ・アンさんのヘリアっていうデザインのプルオーバーと、もう1つはウール&パインっていうデザイナーさんのソレルっていうプルオーバーと、あと3つ目がアンケストリックさんでいいのかなっていう方のデザインのレヌっていうプルオーバーを3つを候補にしてみました。まず一番イメージに近かったのはアンケストリックさんのレヌっていうプルオーバーなんですけど、これはこの身頃のセンターのところに模様編みが入ったデザインになっていて、フィンガリングとレースの引き揃えで DK 相当の太さの想定でデザインされているプルオーバーっていうことで、背中にもね、模様編みではないけど、背中のセンターに、これはカノコ編みかな？カノコ編みの模様のアクセントが入っていて、そこも可愛いなと思いました。ジョアンナ・アンさんのヘリアっていうプルオーバーの方は、身頃はシンプルにメリアス編みメインなんですけど、こちらは袖の方にがっつりケーブル模様が入っていて、こんな感じもいいなと思いました。あとこれはゆったりしたシルエットで、自分の体型的にはこちらのシルエットの方が似合うかなとも思いました。ウール&パインさんのデザインのソレルというプルオーバーは、これは模様編みといってもヨークのところにシンプルに放射状のラインのような模様が入っているだけなんですけど、こんな感じでも可愛いなと思いました。これは、サンプルではフィンガリングの糸が段染めの糸で、それに単色のモヘアを引き揃えているっていう感じなんですけど、これで編むとしたら段染めのモヘア合いそうなのが見つかれば、こんなのでも可愛いかなと思ってこれも候補にしてみました。続きまして、今度は浜中リッチモアのソワエレーヌのパターンマッチングをしてみます。で、これはそれぞれ20玉最初買って、それぞれ1着ずつウェアを編んで、残りがこのグレーの方が1155メーターで、黒の方は1313メーター余ってるっていう状況なんですけど、とりあえずどちらでも編めるように条件としては
1156メーター、少ない方に合わせて1156メーターまでで編めるパターンで、あと春夏用の糸なので、半袖のウェアっていうことを条件。あとこれは、こっちの余りがちょっと少なめなので、ゲージ28目ぐらいがちょうどいい編み地かなとは思うんですけど、ゲージ28目で編んじゃうと、編めるパターンが限られちゃって、すっごい短い半袖とかになっちゃいそうなので、ゲージ何目っていうのはきっちり決めずに、糸の太さをレースからライトフィンガリングっていう感じに設定して検索してみました。で、理想とするイメージは、この首元が詰まってた方がいいなって個人的に思っているので、首が詰まったデザインっていう感じで探してみました。で、一応候補を4つ決めたんですけど、1つがサリーニットさんのラニカイサマーティー。で、2つ目がクラウディア・クインタニラさんでいいのかな。クラウディア・クインタニラさんのフロレンシアという半袖のフルオーバー。で、3つ目が、山柄さんのデザインのラリエットという T シャツ。で、最後の4つ目が、オルガ・プタノデザインズさんのデザインのアドベンティシャスという T シャツ。この4つを候補にしてみました。この2つの糸で、プチニットさんのキューミラスティーとアンカーティーを編んだことがあって、その時のゲージはだいたい28目だったんですね。なので、できれば、そのぐらいの編み地で探したいなって思ってはいたんですけど、やっぱり28目で探すと、なかなかめちゃめちゃ腕が出てるやつとかしか出てこないので、ちょっとローゲージ気味になっても、二の腕が隠れるぐらいの袖の丈になっているものをと思って探していって、で、一番ゲージがそこまでスカスカにならなそうだったのが、クラウディア・クインタニラさんのフロレンシアという半袖のウェアだったんですけど、これはゲージが24目っていう一番詰まったゲージの設定になっているデザインで、首元も理想に近い丸襟の首がちゃんと詰まってるデザインで、可愛いなと思ったのが、身頃の前面にね、透かし編みで、幾何学模様みたいな三角形の模様がずっとバーってあるので、可愛いし涼しいかなって思います。で、サリーニットさんのラニカイサマーティーも、そんなにここが開いてないクルーネックのデザインの T シャツなんですけど、これは若干ゲージがローゲージになっちゃうんですけど、ゲージ22目の設定のデザインですね。で、このヨークの部分に透かし編みのラインがピーッと3段ぐらい入っていて、それが可愛くて、あとゆとりもあっていいかなって思うんですけど、これは使ってる糸がディアリネンっていうレーヨンとリネンとかの素材なので、ソワエレーヌよりかはもっとサラサラした感じの糸なんだろうなと思うんですよね。なのでソワエレーヌで合うかなっていう不安はちょっとあるんですけど、でもデザイン的には理想に近いっていうのがこのラニカイサマーティーですね。残りの2つは結構首が開いてる V ネックなので、そこはちょっとイメージとは違うんですけど、でも2つともデザイン的には好きな感じではあるんですよね。山柄さんのラリエットは身頃のね、前も後ろもラリエットって多分アクセサリーのラリエットをイメージしてるんだと思うんですけど、繊細なケーブル模様がこういう風にセンターと首元に入っていて、背中のところに透かし編みみたいになっていて、すごい素敵だなと思います。ゲージは27目なので、ゲージ的にはちょうどいい感じですね。で、これは指定糸がアルパカとシルクの素材の糸なので、
ソワエレーヌともまあまあ近い糸の素材かなと思うので、このサンプルに近い仕上がりにできるかなとは思います。ネックのデザインとかの理想を考えなければ、一番好きな感じなのがこのオルガ・プタノデザインズさんのアドベンティシャスっていう T シャツなんですけど、これめっちゃ可愛いなと思って、首は結構ざっくり開いてはいるんですけど、シルエット的にはボックスシルエットでゆったりした感じで夏に着るのにいいかなって思うし、身ごろの模様も繊細なケーブル模様で可愛いなって思います。で、これはゲージが30目なので結構詰まってますね。ちょっと糸の太さがソワエレーヌよりもっと細い糸なんですよね。ヤクの糸なんですね。ヤクのレースウェイトの糸を使っているので、ちょっとソワエレーヌで編むとなんかゲージ30目だとみっちりしちゃって夏に着るには暑いかなっていう気はするんですけど、スワッチを編んで確かめてみたいですね。続きまして、アミリスのパレードでパターンマッチングしてみます。これは検索条件としては、糸長が 1152m まででできるデザイン。で、夏物のウェアを編みたいので、半袖のデザインっていう指定にして、で、これも参加生で 1152m なので、あまりゲージをきっちり決めちゃうと、また袖がめっちゃ短いのしか出てこないとかっていう感じになっちゃうので、これもゲージは何目って決めずに、糸の太さをフィンガリング程度っていう感じの条件で探してみました。で、これは糸の色が可愛いので、シンプルな感じでも模様編みでもどんなパターンでも結構可愛くできるんじゃないかなと思って、シンプルなものから模様編みが入ったものまで候補3つ決めてみました。まず1つ目がサリー・ノルドランドさんのモニカ・ゲラー T。もう一つがジェシー・メット・デザインズさんのデザインのアウトライン T。3つ目がレイラ・レイベンさんでいいのかな、レイラ・レイベンさんのデザインのボランっていう T シャツ。この3つを候補にしてみました。で、どれもこのパレードの標準ゲージからするとローゲージの感じになっちゃうんですけど、まず一番シンプルなのはサリー・ノルドランドさんのモニカ・ゲラー T なんですけど、あっさりとしたメリヤス編みのスタンダードな形の半袖の T シャツですね。これがゲージが20目なので、結構ローゲージにはなっちゃうかなと思うんですけど、指定糸が 80% ウール 20% シルクなので素材的に近いので、このサンプルに近い仕上がりになるのかなっていう感じですね。で、なんか首もしっかり詰まっていて、袖の丈も私の体型でもいい感じに着れそうな、これぐらいの袖丈あるデザインですね。結局こういうシンプルなのがやっぱ使い勝手いいのかなと思って、これを一つ選んでみました。このジェシー・メット・デザインズさんのアウトライン T は、なかなか着るのに勇気がいる感じかなとは思うんですけど、でもこれゆったりしたサイズで下に何かインナーを合わせるって考えたら、そこまでハードル高くないかなって思うんですよね。あとこの V ネックのところから身ごろの真ん中にかけて、これは多分目を落として作る模様だと思うんですけど、この模様がすごい可愛いなって思いました。これもゲージは22目なので、パレードで編むと、結構ローゲージな感じにはなると思うんですけど、サンプルもすごい色味が可愛くて、こういうなんていうか、ビタミンカラーというかパステル調の色味で作ると可愛いんだなと思って、この糸に合いそうかなと思いました。で、この指定糸が 60% コットンと 40% リネンということなので、パレードよりかはもっと夏用の
さらっとした糸だと思うんですけど、なので素材の感じがマッチするかなっていうのはちょっとあるんですけど、これもいいかなと思いました。もう一つのレイラ・レイベンさんのボランという T シャツは、ヨークのところと袖のところが、これ編み地がこう横方向なのかなと思うんですけど、なんかこう前面に透かし編みの模様が入っていて、可愛いし涼しそうって思ったんですよね。デザイン的にすごい好みだったので、これも候補にしてみたんですけど、で、この指定糸が、フィンガリングの 100% リネンなので、すごいさらっとした糸なんだと思うんですけど、なのでパレードと合うかどうかっていう疑問はあるんですけど、これもちょっとスワッチを編んでみて合いそうだったらこれもいいなと思います。続きましてパピーのブリティッシュエロイカーのパターンマッチングをしてみたいと思います。ウェアを編もうと思ってそれに足りる量を買ったつもりだったんですけど、これは830メーターしかないんですね。なので多分長袖のプルオーバーとかは足りないと思うので、条件としては糸長830メーターまででできるデザインで、これはベストで探そうと思います。これが一応標準ゲージが15目から16目ってなってるんですけど、標準ゲージで探すとまたあんまり思ったようなデザインが見つからないかもしれないと思ったので、これも標準ゲージはきっちり設定せずに、だいたい糸の太さバルキーっていうことで探してみます。で、イメージとしては、これもやっぱりアラン模様が映える糸だと思うので、条件に合う中から模様編みのデザインに注目して探してみました。そんな感じで探して候補を3つ決めました。一つは、トンジェ・ホドネさんでいいのかな、読み方。トンジェ・ホドネさんっていうデザイナーさんの、コルシェイブンスリップオーバーというベスト。で、もう一つは、市川のり子さんのデザインのあぜ編みベストというデザインのベスト。で、もう一つが、ローザ・ポマーさんっていう方のデザインのブルゴスという前にボタンがついた前開きのベスト。この3つを候補に選んでみました。まず、アラン模様みたいな模様が入っているのがいいなと思った中で、一番いいなと思ったのがこのカゴみたいな編み目っぽい模様になってるベストですね。模様編みが入ってる中では一番理想に近い感じのデザインでした。で、これは指定糸はバルキーの糸とシルクモヘアを引き揃えてる感じなんですね。ゲージが15目っていうことなので、だいたい標準ゲージぐらいで編めるパターンなのかなと思います。これすごい可愛いなとは思ったんですけど、クロップド丈、結構短めのクロップド丈になっていて、あとウエストのところもゴム編みでちょっとキュッとした感じなので、私の体型で似合うかなっていう不安は少しあります。あとなんか模様編みのベストがあんまり見つからなかったんですけど、この市川のり子さんのあぜ編みベストっていうのも模様編みではないけども、これはゴム編みなのかな、ゴム編みかブリオッシュかな。ブリオッシュも結構編み地的にはこの糸に合うんじゃないかなと思って、これも候補にしてみました。ゆったりした感じのベストですね、こちらは。これも可愛いなと思うし、あと日本人のデザイナーさんなので、お値段も結構手頃っていうのも魅力で、これを候補にしてみたんですけど、でもなんかこれちょっと一歩間違えるとおじさん味出ちゃうかなって思って、私の体型的にですけど。で、もう一個はベストといってもこう前にボタンがついていて、前が開く感じのベストなんですけど、ローザ・ポマーさんのブルゴスで、読み方合ってるか曖昧ですけど、これもなんかいいなと思ったんですよね。全然模様編みではないんですけど、あとサンプルの感じも単色じゃなくて
き揃えてるのかな。これはメランジ調の糸を使った感じで、なんとなくエスニックな雰囲気で素敵だなと思って、この糸との相性がどうかっていうのは抜きにして、可愛いなと思って選んだんですけど、ゲージ的には 16.5 目なので、これも標準ゲージで編めそうな感じではありますね。これも私の体型的に一歩間違うとおじさん味出ちゃうかもしれないんですけど、こんなのもいいかなと思って選んでみました。はい、ということでようやく最後は湯沢屋のワールドフェスタドルフィンモールという糸をパターンマッチングしてみようと思います。これも糸量的には600メーターしかないので、ちょっとウェア編むのに足りるかなっていう感じではあったんですけど、でもこれは糸の太さが結構太いんですよね。100g120 メーターなので、だいたいバルキーぐらいの太さだと思うので、もしかしたら長袖のウェアでも見つかるかなと思って、これを買った時は長袖のウェアを作りたかったので、なので条件は糸長が600メーターまでで、標準ゲージが一応12目15段ってあるんですけど、ゲージはあまりきっちり定めずに糸の太さをバルキーからスーパーバルキーっていうことにして、で、この糸は結構ね、個性が強い糸なので、その条件でヒットした中で、シンプルめのプルオーバーっていう感じで探してみました。で、結果3つ見つかったんですけど、1つはプチニットさんのルイジアナセーター。で、もう1つがのびたヤーンのレムピでいいのかな、読み方。レムピセーターっていうフリーパターン。で、3つ目はサリー・ノルドランドさんのルミネンっていうパターン。この3つを候補にしてみました。まず一番イメージに近いのが、プチニットさんのルイジアナセーターっていうプルオーバー。めちゃめちゃシンプルなプルオーバーのパターンなんですけど、これがスーパーバルキー。糸の太さがスーパーバルキーの設定で、ゲージが10目14段っていうことなので、標準ゲージよりかは若干ローゲージ気味に編むことになるんだけど、この糸だったらそれぐらいにしても全然スカスカにはならないかなっていう気がします。このダブルになってるネックが可愛いかなと思ってこれを1個選んでみました。のびたヤーンのこのレムピセーターっていうのがフリーパターンなんですよね。プチニットさんのルイジアナセーターと結構似た感じで、こちらは、クルーネックじゃなくてハイネックになっているんですけど、で、ゲージが9目13段っていうことなので、プチニットさんのルイジアナセーターよりもさらにローゲージになっちゃうんで、標準ゲージが12目から9目までローゲージにすると、さすがにちょっとスカスカしちゃうかなっていう不安はあるんですけど、でもフリーパターンなので、もしこれで編み地が違和感なければこれでもいいかなと思いました。で、最後3つ目はサリー・ノルドランドさんのルミネンっていう、これは全然シンプルではない。ここにこの前面にがっつり透かし模様が入ってるんですけど、このぐらいのすごい太い糸でこんな感じのゴージャスな模様が入ってるウェアも珍しいかなと思って、あんまり既製品ではこういうの見かけないし、手編みならではの感じなので、こういうのももしかしたらいいのかなと思って選んでみましたが、これはゲージが8目なので、さらに一番ローゲージの感じになっちゃうんですけどね。でも編み地がマッチすれば、これもすごくいいんじゃないかなと思ったので、これも候補にしてみました。はい。ということで、今回も長い動画になってしまいましたが、最後まで見てくださってありがとうございました。今回は手持ちの着分ある毛糸を集めて、糸を紹介しつつパターンマッチングも探ってみました。もし同じ糸とか似たような糸が在庫にあるっていう方は参考にしていただければ嬉しいなと思います。この動画が良かったなと思われたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。